皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、お隣の国の外交的な敗北について取り上げていこうと思います。外交的な敗北と言いましたが、まだ敗北が決定したわけではありません。しかし、ムン・ジェイン大統領の展開している外交戦はそのほとんどにおいて劣勢に追い込まれています。今、ムン・ジェイン大統領はアメリカとの在韓米軍の駐留費用について話し合っています。同じようにして軍隊を海外に派兵するという要求もアメリカから受けています。在韓米軍の駐留費用については5倍。そして海外派兵についてもこれまではのらりくらりと交わしてきたのですが、いよいよ海外派兵についても飲まざるを得ないような状況に追い込まれつつあります。今回はムン・ジェイン大統領が海外派兵をアメリカから迫られているといったような記事について見ていきましょう。それではニュースをお聞きください。産経新聞より、アメリカ主導有志連合が始動、参加7カ国、ホルムズ安全確保へ。原油輸送の要衝となっているイラン沖ホルムズ海峡などの安全確保を目的とした米軍主導による有志連合の司令部発足式典が7日、バーレーンで行われた。同国に拠点を置くアメリカ海軍第5艦隊司令部が発表した。3カ国によってタンカー護衛を行うセンチネル作戦が正式に始動した。作戦にはアメリカに加えイギリス、オーストラリア、サウジアラビアなど計7カ国が参加。各国が艦船や飛行機、要員を派遣し、ホルムズ海峡のほかペルシャ湾、オマーン湾、イエメン沖バベルマンデブ海峡の安定と安全航行の確保を目指す。今年5月以降、ホルムズ海峡近くでタンカー攻撃などが相次いだことを受け、アメリカが有志連合の構想を示し、各国に参加を要請してきた。参加を見送った日本は、独自に自衛隊を派遣することを検討している。この有志連合への参加を見送っているK国に対する圧力というものが非常に強くかかっています。朝鮮日報より、アメリカ主席代表分担金に加え、ホルムズ派兵もK国に要求。デハート主席代表、トランプ大統領が毎日交渉の進捗状況を確認するため大きなストレス。スティルウェル次官補とシュライバー次官補は GSOMIA 破棄決定の見直しを引き続き要求。今月5日に同時に来館したアメリカ国務省のキース・クラック国務次官とデイビッド・スティールウェル国務次官補、ジェームス・デハート防衛費分担金特別協定 SMA 交渉主席代表らは7日も防衛費、GSOMIA、インド太平洋戦略という3つの分野でK国に圧力をかけ続けた。この後記事で SMA という言葉が出てきたら在韓米軍の駐留費用負担についてのお話だと思ってください。デハート氏はこの日も政界関係者らと会い、防衛費世論戦を展開した。デハート氏はこれまでの分担金の5倍に相当する5兆8000億ウォン、約5500億円をK国に要求しているが、その根拠について説明する際、ホルムズ海峡とマラッカ海峡にもK国のために活動する米軍がいると主張したという。アメリカが防衛費交渉とホルムズ海峡への派兵要求を関係づけているとの見方を後押しする発言だ。デハート氏は迅速性を強調し、交渉のスピードも強く求めているという。デハート氏に会った別の政界関係者によると、デハート氏は第4のカテゴリーについて詳しく説明はしなかったが、その一方でホルムズ海峡、マラッカ海峡にもK国のために活動する米軍がいると言及したという。この関係者は創造的な部分には在韓米軍以外にも韓半島の利益のために活動する別の費用も含まれているようだとの見方を示した。これについて防衛費交渉に詳しいある政府筋は、ホルムズ海峡などに展開する米軍の費用まで要求したわけでは絶対にないと主張する。アメリカが直接的な防衛費分担対象として要求した韓半島外の費用は、主に在韓米軍の循環配置や合同演習に関するものということだ。在韓米軍のうち地上軍一個旅団と一部戦闘機大隊は6から9ヶ月周期でアメリカ本土の兵力と交代する。アメリカは現在K国に駐留中ではないが、将来巡回配置される部隊や
合同演習に参加する部隊の人的・物的側面で発生する費用の分担を求めているという。しかし、ホルムズ海峡やマラッカ海峡が話題になった場合、防衛費分担に直接関係する SMA 交渉と SMA とは関係ない同盟としての別の役割や費用分担に関する場外交渉が2トラックで展開される可能性が高まると考えられる。インド太平洋戦略においてもアメリカは費用分担を要求している。クラック国務次官はこの日開催された韓米韓民合同経済フォーラムにおいて数兆ドル、数百兆円のインフラ投資がないとインド太平洋地域のインフラ需要を賄うことはできない。警告企業のような生産的な企業が雇用創出と繁栄に貢献できると訴えた。アメリカのインド太平洋戦略に合わせて警告企業に巨額のインフラ投資を期待するという意味だ。中東情勢は緊迫した情勢がずっと続いています。この有志連合を結成する原因となったタンカーへの攻撃についても犯人が誰かというのは未だに特定はされていません。アメリカはイランが行った攻撃だと言い、一方でイランの側は、いや我々ではない、いずこかの武装勢力が行っている行為だというふうにして自分たちの責任ではないというふうに表明しています。またタンカー攻撃以外においても現在はイランと隣接するイラクにおいて非常に激しいデモが起こっています。このデモの原因というのがイラクが経済的に非常に停滞しており、失業率は 40% にも達し、そして政府は腐敗にまみれ、その上イランの影響下に置かれているのではないかという非常に強い不信感を持たれているような状況です。またその南にあるサウジアラビアにおいても大規模なドローンによる攻撃を受け、石油精製施設が大炎上を起こすというようなニュースが世界中に駆け巡りました。中東はこれらの状況から見るに明らかに不安定で危険な場所です。このような様々なトラブルが発生している地域において、石油タンカーを守らなければならないというのは、石油に依存している国にとっては非常に重要な話です。ただし、ここで一つ注意しておかなければならないのは、この有志連合の結成を呼びかけたアメリカというのは、中東の原油に依存してはいません。シェールオイル革命により、むしろ今のアメリカというのは、原油産出国であり、そして原油を輸出することも可能な国です。ですからアメリカ自身がこの石油の輸送ルートを何としても守らなければならないというわけではありません。むしろアメリカの狙いはいかにしてイランの影響力を抑えるかという政治的外交的な意味合いの方が大きくなっています。中東におけるイランの影響力を抑えるということはアメリカにとってイスラエルやサウジアラビアを守るという政治的な目的があります。イランは核兵器開発疑惑をかけられて以来、制裁を受けてはいますが、それでも中東における大国であることは間違いありません。先に述べたようなイラクにおけるデモ活動というものが起きているその原因には、イランの勢力というものがイラク側にまで浸透し始めているその影響だと言われています。中東情勢について全く関与しないというふうにアメリカが舵を切れば、イランの影響力は拡大し、そしてサウジアラビアやイスラエルにとっての脅威が増すというのがアメリカの見立てです。本来中東の原油に依存している国というのがこの石油の輸送ルートを守らなければならないという観点に立てば、例えば日本やお隣の国というのは非常に多くの兵力を割く必要があります。ただし日本の場合、イランとの外交関係もあるためになるべくなら穏便な形で済ませようというような外交を展開しています。こういったわがままが許されるのはトランプ大統領と安倍晋三首相との外交関係が良いからという以外に理由は考えられません。そのようなことがなぜ言えるかといえば、それはトランプ大統領とムン・ジェイン大統領の信頼関係が全くない。その結果として今起こっている交渉というのが、まさにトランプ大統領が警国に対して兵を出せというような要求を非常に強く出ていることからもわかります。日本と隣接しているお隣の国は当然のように石油が自分の国から出るといったことは全くありません。そのために原油を輸入しなければなりません。この構造自体は日本と全く同じため、中東への石油依存度というのは80から 90% と非常に高いものがあります。ですが、ムン・ジェイン大統領はアメリカの進める政策に対しては
必ずしも乗り気でないというところが何度となく見られています。インド太平洋戦略においては、中国の顔色を伺うばかりで、なるべくなら参加したくないというふうにアメリカとの距離を置こうとしています。もちろんこのような行動の積み重ねによって、ムン・ジェイン大統領はトランプ大統領から全く信頼されていないという状況を招きました。その結果として今起こっているのが、在韓米軍の駐留費用についての大幅な値上げであったり、今回のような海外派兵を迫る、そして海外派兵だけではなく、これまで全く払う必要のなかったお金についてももっと払え、そしてインフラ投資などについてもお前の国の企業をもっと動かせというような非常に苛烈な要求が出てくるようになりました。日本国内においては安倍晋三首相とトランプ大統領の仲が良いことというのがほとんど話題になることはありません。むしろあんなトランプ大統領と仲良くなって一体何がいいんだ、アメリカの犬目というような形で誹謗中傷する人もいるわけですが、特に現在のアメリカと敵対するということには何のメリットもありません。アメリカと敵対すればそれは自国にとってのデメリットしか生まないというのは、まさにムン・ジェイン大統領がその手本を示してくれています。日本の中ではほとんど話題にならなかったこの有志連合の結成について、なぜ日本が全く参加せずに独自外交をできているのかといえば、それはトランプ大統領との関係が良いから、日本の主張というものを見逃してくれているという面があるのは間違いありません。ちなみにムン・ジェイン大統領はこの海外派兵の話を断るという選択肢もあります。ただし、アメリカはこの話を言い出した段階で海外派兵するという点についてはもはや決定事項として考えているでしょう。今行っている交渉というのはどのくらいの規模で行うかであったり、どのくらいの期間行うか、その費用負担は一体どうするのかといった派兵することを前提とした条件闘争を行っているというのがアメリカの認識のはずです。ムン・ジェイン大統領としては断りたいでしょうが、実質的にはもはや逃げ道はないような外交が展開されていると見た方がいいでしょう。ムン・ジェイン大統領は外交の天才というふうに評されているというような話を聞いたこともあります。ですが、こういった現状を見ると、その天才の漢字というのは災いを招く方の天才だというふうに言わざるを得ないでしょう。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それではチャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録をしていってください。また動画への高評価をお待ちしています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。